ということで今日は、浦川からニーカップっていうすごいアイヌっぽい名前の、町に行きます。55キロぐらいですね。距離的には全然遠いところでもないので、まあのんびりね楽しみたいなと思います。セイコーマートです。朝ごはんを買いたいと思います。はい、本日の朝ごはんです。レモンウォーター100円で、これ昨日食べてハマったクッキークロワッサン、これマジで美味しかった。ちょっと買いすぎたかもしれない。バター醤油チキンで、最後にナポリタンスパゲッティ。次いつお昼食べれるか分かんないんで、栄養補給できるものをたくさん買ったって感じです。まずはナポリタン、オニオンカリッカリ、酸味も効いてる。この何もない海岸沿いで食べるのがもう最高ですね。どこまで行ってるんですか？今日は苫小牧の方まで行こうかなと。おお、すごい。あと100キロぐらい、100ちょい。おお。今日は多分深夜になるようだけど。おお。どっからスタートしたんですか？苫小牧からもうずっとぐるっと北の方稚内行って、知床通って根室通って。一周してるんですか？もうすごい。いや、てかこの後ずっと本州下がっていく予定です。紅葉見ながら。いいですね。じゃあ残り100キロゴールですね。じゃあゴールです。応援してます。はい、気をつけて。はい。地域の特産品をたくさん取り揃えてましたね。ただ今回ちょっと自転車旅行なんで何も買えないのが残念ですが、買っちゃうとね重くなっちゃうから、こんな感じでバッグ1、2、あとここに3、もうすでにね結構重いです。で、道の駅の裏に公園があるみたいだから、ちょっとウクレレ休憩でもして、出発ですかね。ドライブインあさり浜、ここでお昼ご飯食べたいと思います。決まりましたら呼んでください。お腹いっぱいになりました。久しぶりに天丼食べたけど美味しかったね。大きなエビが4つほど、あとナスビで、タレがね甘すぎない感じは僕は好きでした。ニーカップにある今日の宿に行きたいと思います。ここに来てちょくちょくと馬の飼育しているファームが、出てきましたね。本当に広くてすぐそこに海もあってすごい気持ちよさそうですね。僕馬は結構思い入れがあって、ノルウェーでね3ヶ月間農家さん回ってボランティアしてたんですけど、住み込みの。でその時に馬のファームで3週間かなお世話してました。朝昼晩の餌やりとか水やり、やっぱりその住み込みボランティア良かったですね。大変なことも多かったけど、すごく今までしたことないような経験、スローライフですよね。ザ・スローライフを体験できて、僕もまたいつかオーロラの見える時期に行きたいと思いますね。なんともう着いてしまいました今何時だ、午後2時。なんか今日すごい涼み早かった。風もなかったからかな。丘の上にあって、建物もどことなくドイツっぽいですね。ドイツの村に来たみたい。ちょっとまだチェックインはないんですけども、3時ぐらいなんですよ。はい、すいません。いい景色ですね。ここはね、夕日おひれなんですけどね。夕日が。今日はちょっと下の方雲溜まってるんで。今日雲多いですよね。多いですね。温泉からも見えたり。見えます。もちろんです。なるほど。釧路から札幌までなんで500キロぐらいですね。それでも結構ありますね。自転車だと結構大変ですね。自転車？自転車なんです。
だからそこ今ちょっと置かしてもらってます。これはハードですね。そうなんですよ。はい、ということでちょっとチェックインまだなんで荷物を置かせてもらって、これから音楽とレコードの街、ニーカップを、探索したいと思います。はい、ニーカップの中心地に着きましたね。道の駅とかあと市民会館があったりで、この町は、日本有数の競走馬の産地みたいで、近年はそのレコードとか音楽の街づくりを進めているそうです。じゃあまずは僕が大好きな道の駅にインします。アイスクリームとか食べたいな。いらっしゃいませ。ニーカップキッチン内のミルトっていうお店で300円でバニラアイス買いました。お、めちゃくちゃ生クリーム。これも美味しい。ていうかもう北海道のアイスも全部美味しい。ニーカップの観光で一番有名なレコードの館っていうのもあって、これは1階と4階の展望台が、入場無料で、1階にはめちゃくちゃ多いいろんな種類のレコードが展示されていて、しかもレコードを聴く部屋もあって、そこで聴くこともできるみたいです。で、4階の天文台からは海が見えたり、あとはサラブレッドたちが草を食べてる様子も見えたりして、かなり落ち着く場所でしたね。音楽が好きな方はぜひって感じです。で、今はすごく静かで平和な公園に来ています。もう紅葉を始めてる木もありますね。なんで今日はもうそんな感じかな。この後はお風呂入って、ご飯食べてって感じだと思いますが、いいね。シングルベッドと机で、外がこんな感じ。すごいね、のどかな場所にあります。で、一応冷蔵庫とテレビもあって、明日は苫小牧まで走ります。約90キロぐらいあるんで、僕の今回の旅の中では一番距離がある。だからちょっと明日早めに出て頑張ります。で、明後日はついに札幌でゴールです。感慨深いね、本当に。楽しかった。まだ終わってないけど、楽しかったし、体も順応していきましたね。最初の方はすごく辛かったけど、今日とか全然平気でした。朝ごはんはセイコーマートで朝アイス。釧路から札幌まで自転車で走る旅7日目の朝です。で、そろそろね、自転車も洗濯物を干しつつ生活感が出てきてますが、いよいよ明日ゴールの札幌というわけですが、結構もう寂しいですね。この絶景がもう見れなくなるのがすごい寂しい。じゃあ本日も楽しくのんびりといきましょう。はい、やっと着きました。午後4時、結局7時間半ぐらい、ぶっ続けで走ったんですが、道中はね、本当にもう一直線に走っただけなんで、特に寄り道もせず、なんでちょっとあんまり撮影しなかったんですが、意外と広い。1泊4000円ぐらいかな。すごく安かった、このホテル。ちょっと年季入ってんだけど、結構いいですよ。中心地近いし。じゃあトイレだけ行って、苫小牧の街を軽く散策したいなと思います。はい、駅前に着きました。思ったより小規模で、どっか寂れてる印象を受けましたね。なんか道の駅兼市場になってるところに来たんですけど、もう終わっちゃってますね。まだもうすぐ5時だから早いんですね。結局ほぼ何も見つけられずホテル帰ってきちゃいました。で、やっぱり80キロ結構体にきたみたいで特に目とか、あとずっとねハンドル握ってるから背中とかね、
タイでマッサージ受けたい、明日はいよいよゴールということで、Twitter とインスタの方でも呼びかけたんですけど、ゴール会やりますということで、自分自のゴールをみんなで祝福する会、一応呼びかけてみたはいいものの、続々といけませんという声だけ届き、最悪1人ゴールですねまあそれはそれで全然大丈夫なんで、また明日お会いしましょう。はい、8日目の朝です。おはようございます。今日ゴールですね。札幌まで65キロ、早速行きましょう。はい、2時間ぐらい漕いで、空港の町千歳に着きました。で、今千歳川の近くにいるんですけど、鮭が泳いでるみたいなんで、見ましょうか。あったあった、ここですね。ところどころでかい鮭はいましたが、なんか前来た時の方が多かった気がする。じゃあいよいよ旅のラストスパート、札幌に向かいましょう。午後4時55分着きました、札幌に。最後の最後で結構きつかったですね、苫小牧から。ということでゆっくりする時間はなくて、視聴者さんが待ってる可能性もあるんで、ちょっと祝福されに行きます。はい、5時頂上に着きましたね。僕のタイムマネジメント能力すごくない？はい、果たして人が待ってくれてるのでしょうか。僕の予想だと多くて2人かな少なくて1人。さあ着きました。噴水、第3噴水とかそんな名前のやつ。はじめまして、こんにちは。ありがとうございます。祝福してくれて。嬉しいです。これ差し入れで持ってきたんで。いいんですか。ありがとうございます。でも本当札幌の人なんかおしゃれですね、みんな。なんかこの汚い格好をしててなんか恥ずかしくなってくる。こんにちは。はじめまして。動画見てみたい。そうなんだ、びっくりした。中学生ですか？高校生？高校3年？若いね、びっくりした。高校生の方動画見ていただいてるとは思わなかったんでびっくりしました。こんにちは。すごい、はじめまして。想像以上に人が集まってくれたんでお見せしたいと思います。じゃーん、差し入れをいただいてありがとうございます。頂戴します。すごい。ご紹介しますね。六花亭、僕帯入本店行きました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めちゃ嬉しい。いや、こちらこそ。ちくわパン。ちくわパンって何ですか？有名ですよね。有名です。ちくわパン。どうですか？ツナ入ってるんだ。ツナ入ってる。初めて聞いた。美味しいですね、これ。はい、せーの。今日はお集まりいただいてありがとうございましたこんなグダグダな、こんな集まるとは思わなかったんですよ、本当に。だって1、2、3、4、5、6、7、8、9人でしょ、さっきの方入れて。すごい、 YouTube すごいはい、改めてゴールしました。600キロ。ところどころその電車とかバス使ったりしたんで、実際走った期間はもっと短いと思うけど、でも本当に楽しかったです。やっぱり熊食べたのもいい思い出だし、あと絶景が見れたりして、
最後にはねたくさんの視聴者さんにお祝いいただいて本当に良い思い出になりました。で自転車旅行って僕人生そのものだと思ってるんですよ。要はその上りと下り、あとは平坦の道もあったりするんだけど、もう人生と一緒でもう上りもあるし下りもある。で登ってる時は本当にしんどい。ぶっちゃけもう景色とかもう全然目に入らないです。本当にしんどいからもう一心不乱で、時にはもうなんかもう文句言いながら自転車を押しながら坂を登ってるわけですけど、でもそれでも乗り越えてその上の方に来た時に感じるなんだろう開放感で、あと下ってる時とかも本当気持ちいいし、でそれ本当に人生と同じだなと思ってるんで、もし今ね辛い大変だっていう人もいるかもしれないけど、ずっと上りではないのでいずれ下りも来るから、そう思いながら、上り坂を登ってるとちょっと楽になるかもしれない。何の話だこれまあそんな感じです。なんかとにかくすごく楽しかった。で最後ねゴール会多くて2人ぐらいかなと思ったんですけど、なんと10人も来てくださりました。本当にありがとうございました。僕が一番びっくりしました。だからもう処理しきれなくなって、本当になんかもうおどおどしてたねで差し入れもねいくつかいただいたんで、ちょっと開封していきたいと思います。じゃーん、札幌クラシックで、まずこれは北海道限定じゃがいもコロコロ。これ絶対美味しいでしょう。受験生のななみちゃん、そうだノートに受験頑張ってって書いてくださいって言われたから書いたから、それで名前覚えてるんですけど、ななみちゃんからいただきました。本当にありがとう。受験頑張って。ラジオ局に勤めてる方、お名前あった、水江さん。はい、水江さんから差し入れいただきました。クラシックとか、あとお菓子とかありがとうございました。本当に札幌のラジオ出れるかもしれないらしいんで、まだわかんないけど僕としては出たいです。出たいので、ぜひ担当の部門の方との調整終わったらぜひまたご連絡ください。あとはウクレレ少年、僕の動画を見てウクレレを始めたっていう少年が来てくれたり、あとは、シンガポールに移住したいって考えてる同年代ぐらいの人かなとか、小野田さん経由で僕の動画を見てくれるようになった、テレビ局の方、テレビめちゃくちゃ出たいです。ぜひご連絡くださいあとはもう本当に僕の動画をずっと見てくださってる女性の方ジョーブログの件とかも言及いただいたりとか、当初ねジョーブログの事務所入るかもしれないみたいな話もあったから、あとはお忙しい中ちくわパンを札幌名物のちくわパンをそれだけ持ってきてくれた方もいて、もうそれくれた後すぐ帰っちゃったんだけど、本当にお忙しい中ありがとうございました。あれ美味しかったです。知らなかった。あれ札幌の名物だって。あとはベントスさんベントスさんって名前すごいから、あんまり詳細言うとあれだから、ベントスさんというだけ言っときます。皆さん本当に来ていただいてありがとうございました。はい、ということで、そんな感じで動画を終わりにしたいと思います。本当にいい思い出になったし、やっぱり人だなって思った。やっぱり北海道だから景色はもちろんすごくいいけど、やっぱりモーリーさんと熊肉食べさせてもらったりとか、あと最後に皆さんとゴール会ご一緒できたことが僕にとっては本当に嬉しかったし、まさかねこんだけ集まるとは思わなかったんで、もしこのシリーズが面白かったらまた見たいって方はぜひコメント欄でコメント書いてくださったり、あとグッドボタン、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、あとその隣のベルマークを押していただけると通知が行くようになるので、ぜひよろしくお願いします。では僕は動画編集したりご飯軽く食べて、今日は以上です。あさって関西に戻って、その後すぐシンガポールに帰ります。またシンガポールでの動画もよろしくお願いします。ではさよなら、ありがとうございました。